24砂上の楼閣。長い日照りが続き、一粒の雨も降らなかったので、その年はブドウが大打撃を受けた。草は荒れ、地上はカラカラに乾いてしまった。イエスはまず羊を干ばつから守るために遠くに出かけ、わずかな草でも生えているところへ連れて行った。そんなある日のこと、突然天が開けて2日間も雨が降った。それはまるで空から洪水が落ちてきたように激しかった。慎重なイエスは2日の間、羊を動かさず、雨が上がるのを待って、2日目にヨエルの家に向かった。イエスがヨエルの家に戻ってみると、足元にある地盤に小さな割れ目ができていて、雨水が流れ出し、次第に幅が大きくなってゆく気配を感じた。そこでイエスは言った。これはいけない。軟弱な地盤がやられてしまうかもしれない。もう一度大雨や嵐が来れば、ひとたまりもなくさらわれてしまうだろう。そばで聞いていたヨエルが言った。そんなバカな。私はしっかりした地盤の上に家を建てたんですよ。そう簡単に雨や風にやられるわけがない。イエスは答えた。あの山の頂上で確かに嵐がやってくる兆しを見たんです。ヨエルはすっかり腹を立ててしまい、そんなことを言うならさっさとこの家から出て行ってくれと言い出した。すごい剣幕で怒鳴り散らす様子はまるで彼の中に悪魔が入ったみたいであった。しかしイエスは一言も言わずそっと立ち去った。後でアサフにはヨエルの怒りは恐怖心から出たものであるからちっとも気にしなくてもよい。それよりも嵐が来ることの方が心配であると語ったそうである。イエスはとりあえず羊の群れを牧草地のある山岳地帯に連れて行った。昼になった頃、案の定大風が吹き始めた。黒雲が空いっぱいに広がり、絶え間なく雨が叩きつけるように降り続いた。イエスは羊を守るために徹夜で頑丈な仮小屋を作った。ものすごい嵐が一晩中荒れ狂っていた。イエスは一匹ずつ羊の体に手を当てながら震えている羊を勇気づけた。激しい風雨であったので人の声も消し飛んでしまうほどであった。谷合から谷合へ、山から山へと晴れ狂っていた。明け方になってから嵐は次第に遠ざかり、空に光が見えるようになった。イエスは羊の仮小屋の入り口をしっかり止めてから谷合へ出かけていった。そこはまるで悪魔が勝手気ままに暴れ回った後のように見えた。雨水がゴーゴーとすごい音を立てながら流れていた。ヨエルの家が建っていた山に行ってみると、果たせるかな。エスターと子供たちが周りの岩や草にしがみついていた。ヨエルが建てた美しい家は倒れ、無残にも瓦礫の山となっていた。砂の上に建てられた美しい家は、一回の嵐で崩れてしまったのである。ヨエルは瓦礫の山のそばで頭を叩きながらうめいていた。イエスが声をかけても返事もせず、ただ気が狂ったように叫び続けていた。イエスは彼のプライドが深く傷つけられたことを知っていた。そこでエスターや子供たちを元気づけ、嵐の最中に作った仮小屋に連れて行った。仮小屋をアサフに任せ、イエスは水に流されたヨエルの大事な家具や道具などを運び上げた。また食料を拾ってきて火を起こし、家族が飢えないようにしてやった。ヨエルを連れてきて焚き火のそばに座らせても、彼は一言も口を聞かず、ただイエスの言う通りに従うだけであった。彼らは冬にこのような災難にあったのである。イエスとアサフはそこからかなり離れたところに頑丈な岩山を見つけた。二人は羊の面倒を見ながらその場所に家を建て始めた。挫折したヨエルは何もかも虚しくなり、もうここを引き払ってどこかへ行きたいとエスターに話していた。彼女も子供のことを考えるとひどく心配になった。イエスは傷ついたヨエルに温かく説得に努めたので、ヨエルはついに立ち去ることを思いとどまった。いよいよ新しい家の壁が立ち上がると、ヨエルも手伝うようになった。ただ黙々と土を掘ったり、材木や石を削ったりした。時には遠くまで出かけて行き、乾燥した材木を買ってきてイエスに差し出した。小ぶりの家ではあるが、岩の引っ込みにぴったりと密着した堅固な家が出来上がった。その夜のこと、ヨエルはイエスのもとへやってきて静かに語り出した。我が死よ、愚かな私であったことをどうかお許しください。この家の半分はあなたのものです。私どもと一緒にお暮らしください。嵐や洪水が押し寄せてもびくともしない地盤に家を建てることがどんなに大切なことであるかがよくわかりました。あなたは本当に賢い方でいらっしゃいます。それに引き換え、
私はなんと愚かだったのでしょう。イエスは微笑みながら言った。何も謝ることなんかありません。これはすべてあなたとエスターのものです。私はもうここを去る時が来たようです。私はこの地で平和を見出し、しかも大変力づけられました。ですから、私の方があなた方に心からお礼を言いたいのです。